皆さん、こんにちは。それではですね、今回はですね、そろばんを使うとき、その指使いについてご説明していきたいと思います。まず、そろばんは今、これはセットされてない状態です。どういうことかというとですね、上の玉が全部下に降りています。そうするとですね、皆さん前回のことを覚えていらっしゃると思うんですが、上の玉は5を表します。そうすると、今、無限に5があるように感じるかと思います。そうするとですね、まだこれは全然かけっこで言うと、用意スタートの状態ではないんですね。では、まず用意スタートの状態にしてみましょう。ということがですね、まず、左手でそろばんを押さえていると思います。でですね、この人差し指ですね。で、ここの上の玉の下をスーッというふうにやってみましょう。そうするとですね、今見ればわかると思うんですが、今、綺麗に何もない状態、ゼロの状態になっているのがわかるかと思います。はい。それでですね、ここから基本的な指使いをご説明していきたいと思います。まずはですね、足し算。足し算をするときはですね、ここの親指を使います。1、2、3、4。はい。ここまでいいかと思います。では今度、引き算。引き算をするときはですね、人差し指を使います。人差し指で取っていきます。ここまでよろしいでしょうか。はい。でですね、今度は上の玉、5円玉ですね。5円玉を扱うときは少し注意が必要になります。先ほど足し算をするときは親指を使うと言いましたが、実際に5円玉を親指で誘うすると、ちょっと気持ち悪い感じになってしまいますね。そうです。その通りです。5円玉を足すときはですね、人差し指を使います。上からちょこんと下ろす形になります。そうすると、親指を使うときに比べてすごい便利ですよね。そうです。それで正しいんです。ではですね、引き算のルールは変わりません。引き算は先ほど下の玉を引くときも人差し指を使いましたが、これは同じくこうやって取っていただければ大丈夫です。5円玉に関しては足すときも引くときも人差し指ということが分かっていただけましたでしょうか。そろばんの基本的な足し引きの指使いはこうなります。はい。次からですね、今度は実際に大きな数を足したり引いたりするときの指使いを考えていきたいと思います。ではですね、前回の回ですね、6というのはこのように表すということをお伝えしました。6の足し方についてはですね、いろんなやり方があるんですが、もう上の玉一つ、下の玉一つというふうに分かればですね、一気にこうやって6と挟んでいただいて大丈夫です。同じく引くときも6一気に取るという形。では7はどうするかというと、同じく7は上の玉1つ、下の玉2つ。そうするとこれ一気に挟んで大丈夫です。取るときも一気に取って大丈夫です。そうするとですね、将来的にですね、暗算をやるときにですね、そろばん玉を動かす回数が少なくなるので、とても効率的に弾くことができ、頭の中でも効率的に弾くことができるようになります。はい。今回はですね、簡単にそろばん玉の弾き方、そろばんを始める前はセットする状態はどのようにセットすればいいのか、そしてそろばんを弾くときには、足すときは下の玉を使うときに関しては親指、引くときは人差し指、上の5玉に関しては足すときも引くときも人差し指を使う。そして大きな6、7、8、9、この数を足すとき引くときは一気に挟む。そして取るときも一気に取る。ということでございます。はい。次回はですね、実際に足し算、引き算をやっていきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。